俺の技術を手柄横取りした上司が技術カンファレンスで炎上した結果、このシステムは俺が設計したんだ。じゃあこのアルゴリズム説明してみこれは自分の技術を上司に横取りされ続けたエンジニアの話。俺は28歳のバックエンドエンジニア。中堅 SIR で5年働いてる。3年前、俺は会社の基幹システムを刷新するプロジェクトにアサインされた。従来のシステムは処理が遅くてデータ量が増えるとすぐにパンクする。俺は分散処理システムを一から設計することにした。深夜残業と休日出勤の連続だった。最初の半年は要件定義と基本設計。次々の1年で実装とテスト。最後の1年半で性能改善と本番移行。アルゴリズムの最適化、データベース設計、負荷分散の仕組み、全部自分で考えて実装した。パフォーマンステストも負荷試験も全部一人一人でやった。バグの修正もコードレビューもドキュメント作成も休日も返上して深夜まで働いた。技術部長は週1のミーティングで顔を出すだけ。進捗はどうだ？順調か？はい、予定通りです。よし、引き続き頼むぞ。それだけ。技術的なアドバイスも何にもなし。そして3年後、ようやくシステムが完成した。処理速度は従来の10倍、同時接続数も5倍に向上。クライアントからも大絶賛された。すごいじゃん。3年の苦労が報われたな。と思ったんだけどな。ステム完成後、社内で成果発表会が開かれた。当然俺が発表すると思ってたんだが、このシステムは私が設計から実装まで指揮を取りました。分散処理アーキテクチャの採用は私の判断です。負荷分散のアルゴリズムも私が考案しました。全部俺が考えたんだけど。実装は部下に任せましたが、全て私の指示のもとです。は？ふざけんな。手柄泥棒じゃん。会議後、部長に抗議した。部長、あのシステムは俺が設計したんですが。君は実装しただけだろう。設計の方針は私が決めたんだ。方針って分散処理にするって言っただけじゃないですか。それが設計だろう。細細かい実装は君に任せただけだ。アルゴリズムもデータ構造も全部俺が考えたんですよ。負荷分散のロジックもデータベースの最適化も全部俺一人一人で設計して実装したんですよ。だからなんだ。組織では上司の功績になるのが当たり前だ。君は私の部下なんだから、君の成果は私の成果でもある。それはおかしいです。嫌なら辞めてもらって構わんぞ。最悪だな。典型的なパワハラ上司。さらに酷ひどいことに、部長は社外の技術ブログでも記事を書いた。タイトルは私が設計した分散処理システムの全貌。俺の名前は一切出てこない。記事には優秀な部下に恵まれてという一文だけ。部下って俺一人でやったんだけど、まるで複数人のチームがいたかのような書き方。なめてんな。嘘書書いてるじゃん。そして年度末の社内表彰式、技術革新賞を受賞したのは部長だった。この度は名誉ある賞をいただき光栄です。今後も技術革新に努めてまいります。副賞は50万円。俺には何もなし。ありえない。どんだけクズなんだよ。評価面談でも散々だった。君の今年の評価は B だ。 B？ 普通ですか？実装スキルは認めるが設計力が不足している。もっと上流工程を学ぶ必要があるな。設計も全部俺がやったんだけど。昇給は3000円だ。月3000円。スズメの涙じゃん。3年も頑張ったのに。マジでふざけんなと思った。でもこのままじゃ終われない。俺にはある計画があった。実は俺には秘密があった。会社のシステム開発と並行して個人で OSS ライブラリを開発していたんだ。効率的なデータ処理アルゴリズムを実装したライブラリで GitHub で公開して MIT ライセンスにしてた。そしてこのライブラリを会社のシステムにも採用していた。つまり会社のシステムのコア技術は俺の個人プロジェクトってわけ。ああ。
見賢い。これは期待できる。俺はこのライブラリで技術カンファレンスに登壇することにした。国内最大級のエンジニアカンファレンステックサミットジャパン登壇申し込みをしたところ見事採択された。すげえ。やったじゃん。カンファレンス登壇が決まったことを部長に報告した。部長、来月のテックサミットで登壇することになりました。は？なんなんの話はなしだ。俺が個人で開発している OSS ライブラリについて発表します。勝手に何々をやってるんだ。会社のシステムで使ってる技術を外部で発表するなど言語道断だ。これは俺が個人時間で開発した OSS です。すでに GitHub で公開済みで誰でも使えます。会社の機密情報が含まれてるんじゃないのか。一切含まれていません。汎用的なアルゴリズムライブラリです。会社のシステムでも使わせてもらってますが。ふざけるな。会社の技術を外部にも漏らすつもりか。逆です。俺の個人技術を会社が使わせてもらってるんです。何々を言ってるんだお前は。就業規則では業務時間外の成果物も会社に帰属するとか書いてあるぞ。就業規則の第23条には業務に関連しない成果物は除くと明記されています。このライブラリは会社の業務とは無関係に開発したものです。完璧な準備だな。一致やるじゃん。へりくつをいいな。会社の名前を使って目立ちたいだけだろう。そんな目立ちたがり屋は会社に不要だ。エンジニアが技術発信するのは当然のことです。いいか、この登壇は中止しろ。それが嫌なら評価を元下げるぞ。横断断りします。なんだと？これは俺の個人プロジェクトです。部長に辞め止める権利はありません。よく言った。いっちかっこいい。サトシ覚えてろよ。その午後、部長の嫌がらせが始まった。毎日のように呼び出し出されて説教。些細なミスを大大げさに指摘される。チームメンバーの前前で怒鳴られることもあった。些細なミスを大大げさに指摘される。会議から外外される。重要な情報が共有されない。陰湿だな。でも俺はこごめくしなかった。夜なカンファレンスの準備を進めた。スライドを何度も作り直直し、デモ環境も完璧に整えた。同僚たちは陰で応援してくれた。頑張れよ。俺たちも応援してる。部長のことみんなよく思ってないから。ありがとう。絶対に成功させてやる。そして俺の技術力を証明してやる。部長が手柄を横取りできないくらいに。いいぞ一致。応援してる。頑張れ。そして運命の日がやってきた。テックサミットジャパン東京国際フォーラム。会場は300人満席。立ち耳も入れていた。正直めちゃくちゃ緊張した。でもここで失敗するわけにはいかない。深呼吸をしてステージに上上がった。会場を見渡すと皆こちらを見ている。この瞬間のために何ヶ月も準備してきた。俺の技術を世界に示す時だ。皆さんこんにちは。本日は効率的なデータ処理を実現する分散アルゴリズムについて発表します。従来のシステムでは処理に10秒かかっていたもの、このアルゴリズムを使えば 0.5 秒で処理できます。実装のコードは GitHub で公開しています。このライブラリは従来の処理と比べて10倍の高速化を実現しています。技術的な説明とデモを交えながら45分間発表した。デモは完璧に成功した。質疑応答でも的確に答えることができた。発表が終わると会場から大大きな拍手が起こった。やった大成功じゃん。ステージを下りると何人もの参加者が話しかけてきた。素晴らしい発表でした。ぜひうちの会社でも使わせてください。 GitHub のリポジトリスターさせていただきます。ありが
とうございます。そしてその日の夜ツイッターで俺の発表がバズり始めたネックサミットの分散アルゴリズムの発表、めちゃくちゃ良かった。このライブラリ実務で使えそう。リツイートといいねが爆増していく。翌朝にはトレンドに入りしていいねが3万枚を超超えていた。すげえ。バズった。GitHub のスターも急増した。前日まで200だったのが一気に1000を超超えた。そして驚くべきことに大手外資 IT 企業からヘッドハントのメールが届いた。それも1社だけじゃない。5社以上から連絡が来た。低くて手あまただな。一致すごい。ところがここからが本番だった。発表の翌々日ツイッターを見ていると部長のアカウントが俺の発表に便乗していた。テックサミットで発表したカレ派私の部下です。若手を育成し技術発信を推奨してきた成果です。基礎的な技術指導は私が下り行いました。はまた横取りかよ。俺はホケや切れて物も言えなかった。でもここからが面白かった。技術コミュニティから部長への質問が殺到した。指導したんですよね。じゃあこのアルゴリズムの時間計算量は？このデータ構造を選定した理由を今日教えてください。分散処理の同期制御はどうやってるんですか？全部カンファレンスで俺が説明した技術的な質問。これは9回だ。答えられるわけない。カマンの定常。部長は一切答えられなかった。最初は詳細は部下に任せているので逃げようとした。でも追撃は止まらない。基礎的な指導をしたんですよね。これ基礎中の基礎ですよ。技術部長なのに答えられないんですか？ざま。部長は完全にパニックになったようだ。適当な専門用語を並べて謝まかそうとしたが、それ質問の答えになってませんよ。むしろ理解してないのバレてますよ。技術部長なのに基本的なアルゴリズムの説明できないんですか？それとも本当は理解してないんですか？技術コミュニティの追求は容赦なかった。そしてついに部長は逃亡した。ツイッターアカウントを削除して姿を消した。でも一つすでにそうとし旅宅が大量にたくさんされていた。そして誰々かが部長の会社を特定してしまった。〇〇社の技術部長。部下の手柄を横取りした現状。技術部長なのに基本的な質問に答えられず IT 業界で大話題になってしまった。完全に詰め込んだな。自業自得。会社にも苦情が殺到したらしい。そんな人が技術部長で大丈夫なんですか？パワハラ体質の会社なのでは？俺の技術が証明された瞬間だった。ヘッドハントしてきた企業の中から俺は外資系大手 IT 企業を選んだ。年収は今の 1.5 倍。完全リモートワーク。しかも技術発信を会社が推奨してくれる。最高の環境じゃん。大勝利だな。俺は退職届を提出した。人事部からは引き止められたが儲け決めたことなので。そして退職の話はなしが広まると部長が慌てて俺のところに来た。待ちってくれ。君が辞めたらシステムの保守ができなくなる。ドキュメントはちゃんと残残してありますよ。いや、そのドキュメントを読んでも理解できないんだ。部長が設計したシステムですよね。それは。俺はもう会社を辞めます。引き継ぎ期間が終わったら一切関わりません。よりゆき頼む。少しでいいから今日教えてくれ。設計した本人ならわかるはずですよね。皮肉が聞きまくり。ざま。その後の話を聞いた。部長はシステムの改修も保守もできずシステムの仕組みを理解
然満々。完全に自滅してる。会社は部長に責任を追及した技術部長なのに自社のシステムを理解していないのか。 SNS での炎上も含めて責任を取ってもらう。部長は地方の関連会社に左遷された。もう一方、俺の新新しい会社では技術カンファレンスでの発表が高く評価された。入社半年でシニアエンジニアに昇進した。おめでとう。実力が認められたんだね。その後も技術カンファレンスで何度も登壇した GitHub のスター1万枚の上で業界でも名前が知られるようになった。新しい会社は最先端の技術を使える。社員みんなが技術に代替して進出し、毎週勉強会があって皆で技術を高高め棒を会える。技術ブログも会社が推奨してくれるので、個人のブランディングも会社の評価につながる。本当に転職してよかった。最高の結末だな。これぞスカッとストーリー。結局手柄を横取りした部長は自分の技術力のなさを業界中にさらすことになった。技術は嘘をつかない。本当の実力は必ず証明される。あの時々カンファレンスに登壇する決断をして本当によかった。最後まで呼んでくれてありがとう。みんなの応援が力になった。牛をつ。面白かった。めっちゃスカッとした。これからも頑張ってね。新しい会社でも活躍してね。技術は嘘をつかない。いい言葉だ。